尺半釣れたので調子に乗って屈流がが続くが、マブラに苦戦して一日やって一枚釣るのが精一杯。悪戦苦闘する様子をご覧ください。はい、時刻は9時10分。1本の棚で差し替えします。しばらく打つと2人が出ますが、マブナを6、7枚釣って嫌になり、この場所は断念します。次の場所を物色していると、浅場にヘラブナが回遊しています。試しに竿袋に入れてあった9尺でヘッジを狙ってみます。はい、時刻は1時10分。竿9尺でヘッジ狙いです。30分ほどで浮きが動きます。1時間ほどもやもやしていましたが、しかしヘラブラらしき魚も寄っていたことから、浅場の底釣りで釣れる可能性を感じました。この後は魚が全く見えなくなったので、再び長竿の中釣りに変更します。24日15分から竿19尺に変えました。決めを打ってみます。マブナを4、5枚釣った後、時刻は4時15分。思いがけず本命が釣れます。気がゆったりしていて、マブナとは違います。ちゃんかこれ。大きな42、3やなこれ。傘が邪魔だったので、釣り台から離れてすくいます。41あるか。はい、41です。おい、ありがとう。おい。この後は再びマブナに変わり、5時過ぎに終了。次の日は早朝からカース状を打ってみるも、マブナ1枚だけ。日が差してくると餌が見え、魚が見えないと厳しい。再び周辺をうろうろしていると、
ヘラ玉がヘチに見えました。ヘラ玉になってます。浅いとここを打ちたいと思います。はい、時刻は11時半。本日2回の1回目の場所移動です。打ち始めてすぐに触りが出始めますが、風がなくなると餌周りに3枚ほどのヘラブナが見えます。1時間半ほど餌打ちするも弱い触りが続くだけ、浮きが少し流れることもあり、餌を底につけてみます。1本半で下餌が底につきます。流れで浮きが少し絞ります。餌を底につけて3投目。神風が吹き、水面がいい具合に波立ちます。よいしょ。40。ないわ。43.5。ほい。ぽってりヘラです。この日はこれ以降当たりなしで終了。10月に入り、再び出かけてみました。時折、ヘラブナらしき魚が浅場を泳いでいるのが見えました。はい。時刻は9時25分。竿15尺。1本のチョコトイリーで餌を食べます。当たりがなかったのと、右側でヘラブナらしき魚がもじったので、打つ方向と竿の長さを変更します。場所こっち向きに変えました。水深を測ると思ったより浅く、ちょうど1本ほど。1時間ほど餌打ちすると魚の気配が出てきますが、一向に食い当たりが出ません。マブナなら
もっと食ってくるはずです。時刻は2時半。一時途絶えていた当たりが戻ってきました。浮きの動きが大きくなってきました。魚の群れが入ってきたような浮きの動きです。時刻は3時。ついに魚が乗ります。よいしょ。よっ。45.3。この後はお決まりのマブナ入れ食いとなりました。雨の影響か、この日を境にヘラブナの大半が下流に下がり、釣れてもマブナばかりとなり退散しました。今年は春ののっこみのような底釣りで釣れたことが大きな収穫となりました。また来年。最後までご視聴ありがとうございました。